ぷり解説。衝撃。2010年代に誕生した世界を変えたすごすぎる発明ベスト10。皆さん、こんにちは、レイムです。よう、マリサだぜ。今回は2010年代に誕生した世界を変えたすごすぎる発明ベスト10をお届けします。たった10年で世の中がガラッと変わるような、驚くべき発明が目白押しだったのぜ。今回は特に世界を変えた発明をランキング形式で紹介していくぜ。私が知ってるものも出てくるかな？マリサ、私にもわかりやすく教えてくれる？もちろんだぜ。みんなにも、へえ、あれって2010年代の発明なんだ、って思ってもらえるように解説していくぜ。最後まで楽しんでくれなのぜ。第10位。民生用ドローンの普及と高性能化。2010年代を通じて。さて、いよいよ2010年代に世界を変えた発明ベスト10の発表なのぜ。まずは第10位からだ。第10位は、民生用ドローンの普及と高性能化。2010年代を通じて、ドローンがホビーから実用レベルへと進化し、身近になった時代なのぜ。ドローン、空を飛んでるのを見かけたり、おもちゃ屋さんで見たりしますけど、あれが世界を変えた発明なんですか？なんか空撮とかするイメージですけど。いやいや、レイム、侮るなかれだぜ。確かにホビー用も普及したが、2010年代の技術進歩で、ドローンはただ飛ばすだけでなく、高画質な映像を安定して撮影したり、自律飛行したり、遠隔で精密な操作をしたりできるようになったんだ。小型化、バッテリー性能向上、GPS やカメラ、センサー技術の進化が組み合わさった結果なのぜ。なるほど。技術が進化して、色々なことができるようになったんですね。そうだ。これにより、これまで難しかった、あるいは高コストだったことが、ドローンで手軽にできるようになった。例えば、映画や CM の空撮、工事現場やインフラの点検、農薬散布といった農業分野、災害現場の状況把握、さらには Amazon などが研究を進めているドローンを使った配送サービスなんかも登場してきた。そんなに色々なところで使われてるんですか？ただの空飛ぶおもちゃじゃないんですね。全く違うぜ。個人がプロ並みの空撮映像を撮れるようになったことで、映像表現の幅が格段に広がった。産業分野では、人手では危険だったり時間のかかる作業を効率化自動化するツールとして不可欠になりつつある。法規制の整備や安全性の確保といった課題はあるが、ドローンは私たちの視点を変え、物理的な移動手段、作業手段、情報収集手段として、間違いなく世界の様々な分野に影響を与えている発明なのぜ。ふむふむ、言われてみれば、ドローンで撮った映像ってよく見ますし、色々な仕事でも使われ始めているんですね。空からの新しい可能性を開いた発明なんですね。ああ、手軽な空からの視点を提供し、様々な産業とクリエイティブな活動に革新をもたらした、2010年代を象徴する発明だぜ。第9位。4G、LTE の世界普及。2010年代前半、高速通信がもたらしたモバイル革命。続いて第9位の発表だぜ。2010年代の発明ランキング。第9位は、4G、LTE の世界普及、特に2010年代前半から一気に広がり、その後のモバイル革命を加速させた技術なのぜ。4G、LTE、今のスマホで使ってる電波のことですよね。それが発明の9位。早くなったのはわかりますけど、それが世界を変えたって大げさじゃないですか？いやいや、レイム、これがとんでもなく重要なんだぜ。3G から 4G LTE への進化は、単なる通信速度の向上じゃなかった。体感できるレベルで通信速度が上がり、遅延ラグが劇的に減ったことで、スマートフォンでできることの幅が段違いに広がったんだ。これが、今のスマホ中心の社会を築く上で、基礎となった技術なのぜ。通信速度が速くなったことで、できることが増えた。例えばどんなことですか？最も大きいのは、高品質な動画ストリーミングやビデオ通話が、場所を選ばずに快適にできるようになったことだ。
インスタグラムや TikTok のような動画や画像を多用する SNS がこれだけ普及したのも、4G の高速通信があったからこそ言える。クラウドサービスの利用や大容量ファイルの送受信も格段に楽になり、スマホが真の意味で小さなパソコンとして機能するようになったんだ。ああ、言われてみれば、昔は外で動画なんてカクカクで見られませんでしたけど、今は普通に見られますね。SNS も写真や動画だらけですもんね。そうだろ？さらに、位置情報を活用した様々なサービス、地図アプリ、配車サービスなどの精度向上や、リッチなモバイルゲーム体験、そして第10位で触れたモバイル決済の普及なんかも、この 4G の高速低遅延な通信環境があってこそ、多くの人がストレスなく利用できるようになったんだ。つまり、4G LTE は、その後の2010年代に登場普及した様々なモバイル関連サービスやビジネスを、技術的な基盤として支えた、隠れた大発明なのぜ。なるほど。速くなっただけじゃなくて、色々な新しいサービスや体験を可能にした土台となる技術だったんですね。今のスマホがこんなに便利になったのは、4g のおかげってことか。地味だけど、確かに世界を変えましたね。ああ、高速低遅延なモバイル通信を実現し、スマートフォンを情報収集発信、コミュニケーション、エンターテイメント、そして経済活動の中心へと押し上げた、2010年代前半の最重要インフラ技術だぜ。第8位、スマートスピーカー。2014年、Amazon、エコー登場、音声操作の普及。どんどん行くぜ。第8位は、私たちの声に応えてくれる賢いやつ、スマートスピーカーだ。特に2014年に登場した Amazon エコーの影響はでかかったぜ。スマートスピーカー、アレクサ、今日の天気は？とか話しかけるあれでしょ？家に置いてる人も増えたわよね。そうだぜ。まさに、声で操作する体験を一気に広めたのが、2014年発売の Amazon エコーなんだ。それまで技術はあったけど、家庭向けで使いやすく、色々できるようになったのは画期的だったんだぜ。具体的にはどんなことができるの？音楽再生、ニュース、タイマー設定はもちろん、対応家電と連携させれば、電気をつけてとか声だけで操作できる、スマートホームの司令塔だな。手が離せない時とか、声だけで操作できるのは便利そうね。だろ？スマホを取り出す手間が省けるんだ。これは音声ユーザーインターフェース VUI っていう新しい操作方法が生活に浸透する大きなきっかけになった。確かに、キーボードや画面タッチとは違う新しいやり方よね。どうしてそんなに賢いの？それは AI、特に自然言語処理技術の進歩が大きいんだぜ。話し言葉を理解して、適切な情報を探したり、指示を実行したりする能力が格段に向上したんだ。Amazon エコーの登場後、Google とか他の企業も追随して、市場は一気に活性化した。技術競争で便利になっていったのね。未来の道具みたいだったけど、身近になったわ。ああ、単なるスピーカーじゃなくて、AI アシスタントが生活に入り込む重要なデバイスになった。声で情報を得たり、家電を操作するスタイルを普及させた功績は大きいぜ。これが第8位、スマートスピーカーだ。第7位、ウェアラブル健康トラッカー。2010年代を通じて、体の状態をデータで見えるか。さあ、第7位の発表だぜ。こいつは、自分の体をデータでチェックする時代の幕開けだ。ウェアラブル健康トラッカー。スマートウォッチとかについてる機能ね。歩数とか測ってくれるやつ。そうだぜ。フィットビットとか Apple Watch の健康機能とかな。2010年代に、センサーの小型化高性能化とスマホ連携のおかげで一気に普及したんだ。技術の進歩が大きいのね。ああ、それに健康意識の高まりもあってな。具体的に何が測れるかっていうと、歩数、消費カロリー、心拍数、睡眠の質なんかが基本だ。最近はもっと多機能なものも多いぜ。自分の体の状態が、数字やグラフで見えるのは面白いわね。だろ？これがミソで、体の状態をデータで見える化できるようになったんだ。漠然とした体感が具体的なデータになる。
今日はよく歩いたなとか、ちゃんと眠れたかがはっきりわかる。これが生活習慣を見直すきっかけになるんだ。記録が残ると、運動や早寝を意識しやすくなるかもしれないわね。そうなんだ。健康的な生活を送るモチベーションになる。それに、心拍数の異常を検知する機能とかもあって、病気の早期発見につながる可能性もあるんだぜ。健康管理のパートナーにもなりうるのね。ああ、自分の体をデータで理解して、主体的に健康管理する。そんな新しい健康との向き合い方を広めたのが、ウェアラブル健康トラッカーだ。地味だけど、確実に私たちの健康意識を変えた。これが第7位だぜ。第6位、ライドシェアサービスの世界的普及。Uber、2010年代に急拡大。さて、どんどん行くぜ。2010年代の発明ランキング。第6位は、ライドシェアサービスの世界的普及。特に Uber が2010年代に凄まじい勢いで広まったことなのぜ。ライドシェアサービス、それって、一般の人が自分の車でお客さんを乗せるっていう、タクシーみたいなサービスですよね。あれがそんなに世界を変えた発明なんですか？ああ、まさにタクシーみたいなんだけど、その仕組みと普及の仕方が革新的だったんだぜ。一番のポイントは、スマホアプリ一つで、いつでもどこでも簡単に車を呼べるようになったことだ。自分の居場所と目的地を入力すれば、近くにいる登録ドライバーが迎えに来てくれる。料金も事前に確認。支払いはアプリで自動。この手軽さが、多くの人に受け入れられたんだ。ああ、スマホで全部完結するのは便利ですね。タクシーだと、流しを捕まえたり、電話で迎えに来てもらったりする手間がありますもんね。そうだろ？そして、使う側だけでなく、提供する側にも新しい選択肢を生んだ。車を持つ人が空き時間で収入を得られるようになったんだ。これがギグエコノミーの代表例の一つとなったのぜ。なるほど。便利さと、新しい働き方、両方の面で社会に影響があったんですね。でも、なんかタクシー業界とは色々揉め事もあったって聞きましたけど、新しいサービスには摩擦はつきものなのぜ。だが、法規制や安全性といった議論を巻き起こすほど、人々の移動手段や働き方に大きな変化をもたらしたということだ。特に、公共交通が不便な地域や夜間など、ライドシェアが役立つ場面は多い。確かに、車がないと移動が大変な地域とか、終電を逃した時とか、助かりますね。ああ、Uber を筆頭としたライドシェアの普及は、都市の交通システムや、人々の移動に対する意識そのものにも変化を迫ったんだ。自家用車の所有を見直したり、他の交通手段と組み合わせたり、まさに、2010年代の都市生活や働き方を象徴する発明なのぜ。ふむふむ、単に便利になっただけでなく、交通の仕組みや働くことまで変えてしまったんですね。すごい発明だなぁ。そうだ、アプリで手軽に利用できる新しい移動手段を提供し、世界中の人々の移動体験と働き方に変革をもたらした、非常に影響力の大きな発明なのぜ。第5位、顔認証システムの実用化。2017年、東京国際空港、羽田空港の入国審査に顔認証システムを導入。さあ、続いて第5位に行くぜ。2010年代の発明ランキング。第5位は、顔認証システムの実用化なのぜ。特に2017年に羽田空港の入国審査に導入されたことが大きな転機になったんだ。顔認証システム、スマホのロック解除とかで使ってますけど、空港の入国審査に導入されるのがどうしてそんなにすごいんですか？世界を変えるほど？ああ、これがすごかったんだ。2010年代に AI、特にディープラーニングの進化で精度が飛躍的に向上し、実用レベルに達したんだ。個人の顔を高精度かつ瞬時に識別できるようになった。そして、それを多くの人が利用する空港の入国審査という重要な場所に導入したのが画期的なんだぜ。精度が上がって、使えるようになったんですね。具体的にどう便利になったんですか？最大のメリットは、本人確認のスピードと効率だぜ。これまでは審査官が一人一人パスポートと顔写真を見比べていたから時間がかかった。
だが、顔認証システムを使えば、機械が瞬時に顔データとパスポートを照合して、スムーズに手続きを進められるようになったんだ。空港の入国審査って待ちますもんね。顔認証でスムーズになるなら、旅行者にはすごく助かりますね。そうだろ？これは単に空港での手続きが早くなっただけじゃない。顔認証システムの実用化は、セキュリティと利便性を両立できる技術として、社会の様々な場所での応用を加速させたんだ。オフィスビルやイベント会場での本人確認、さらには決済システムなんかにまで使われるようになったのぜ。空港だけじゃなくて、そんなに色々なところで使われるようになったんですね。最近増えてきた気がします。非接触で本人確認ができる点が衛生面からも注目され、パンデミック以降さらに導入が進んだ側面もある。顔認証システムは、私たちの知らない間に、セキュリティを高めつつ、日常生活の手続きを効率化し、利便性を向上させた。多くの分野で活用されるようになったのは、まさに2010年代に実用化された大きな発明なのぜ。なるほど。私たちの生活をより安全に、そしてよりスムーズにしてくれた技術なんですね。思っていた以上に、色々な場所で私たちを支えてくれているんですね。その通りだ。高精度な本人確認を可能にし、様々な分野のセキュリティと利便性を向上させた。まさに世界を変えた発明だぜ。第4位、再利用可能ロケット技術の実用化、スペース X、ファルコン9、2015年初着陸成功。さて、いよいよベスト4に突入なのぜ。2010年代の発明ランキング、第4位は、再利用可能ロケット技術の実用化だ。特に2015年にスペース X のファルコン9がロケットの第1弾を地上に着陸させることに成功したのが、歴史的な出来事だったんだ。再利用可能ロケット？ロケットって、一回打ち上げたらそのまま宇宙に行っちゃって、基本的には使い捨てだと思ってました。それが再利用できるってどういうことですか？世界を変えるほど重要なんですか？いい疑問だレイム。まさにそこが大きなブレイクスルーなのぜ。これまでのロケットは、文字通り打ち上げたら終わり、莫大なコストがかかる使い捨てだったんだ。だが、スペース X のような企業が開発した再利用可能なロケットは、打ち上げ後に切り離されたロケットの主要部分、特に第1弾を無事に地球に帰還させて、整備すれば再び打ち上げに使えるようにしたんだ。2015年のファルコン9の地上着陸成功は、それが技術的に可能であることを世界に証明した象徴的な出来事なのぜ。一度使ったロケットが、また使えるようになるなんて、まるで飛行機みたいですね。それはコストがすごく安くなりそう。その通りだ。ロケットの打ち上げコストの大部分は機体そのものにかかるんだが、それを再利用できるようになれば、そのコストを劇的に下げることができる。これにより、これまで国家や大企業しか手を出せなかった宇宙開発や衛星打ち上げが、より多くの企業や研究機関にとって現実的なものになったんだ。なるほど。ロケットが安く打ち上げられるようになったから、宇宙がもっと身近になった、ということなんですね。いろいろな会社が人工衛星を打ち上げたり、宇宙を使ったビジネスを考えたりできるようになるんだ。これは宇宙産業のあり方を根本から変えつつある革命的な技術だ。インターネット衛星コンステレーションによる通信網の構築や、宇宙資源の探査、さらには将来的には宇宙旅行のコスト削減にもつながる可能性を秘めている。再利用可能ロケットの実用化は、まさに宇宙への扉を大きく開き、2010年代の新たな宇宙時代の幕開けを告げた、世界を変えた発明なのぜ。ただロケットが帰ってくるだけじゃなくて、それが宇宙開発全体を加速させて、新しい時代を作るきっかけになったんですね。すごい発明だ。そうだ。打ち上げコストを劇的に削減し、宇宙開発や商用宇宙産業の新たな時代を切り開いた、2010年代を代表する発明なのぜ。第3位、ブロックチェーン&仮想通貨、2010年代、金融とデータの信頼性を変える技術。さて、いよいよトップ3の発表だぜ。
2010年代の発明ランキング、第3位は、ブロックチェーンと仮想通貨なのぜ。特に2010年代にその概念が広まり、多くの人が知るようになった技術だ。ブロックチェーンに仮想通貨、ビットコインとか、ニュースでよく聞きますけど、あれがそんなにすごい技術なんですか？なんか投機的なイメージが強くて、世界を変える発明って感じがしないんですけど。いやいや、レイム、それはもったいない見方だぜ。仮想通貨はその応用例の一つだが、根幹にあるブロックチェーンという技術が革命的なんだ。ブロックチェーンは、簡単に言うと分散型の台帳技術だ。取引データを鎖、チェーンのようにつなげて記録していくんだけど、その記録がネットワーク上の多数のコンピューターに分散して保管される。これが最大のポイントなのぜ。分散して保管？それがどうすごいんですか？特定の誰か一人が管理しているわけではないから、データの改ざんが極めて難しいんだ。もし誰かが不正をしようとしても、ネットワーク上の過半数の記録を同時に書き換えなきゃいけなくなる。これは事実上不可能に近い。つまり、中央管理者がいなくても、データや取引の信頼性を高く保つことができるんだ。なるほど。特定の組織や人が信用できなくても、技術的にデータが正しいことを証明できるんですね。それが信頼性を変える技術ということか。その通りだ。そして、このブロックチェーン技術を最初に、そして最も成功的に応用したのが仮想通貨なのぜ。国家や中央銀行に依存しない、新しい形のデジタル通貨を実現した。これが金融システムに大きなインパクトを与えたんだ。中央銀行とかが管理しないお金、それは確かに今までの常識と全然違いますね。でも、ちょっと怖いような気も。新しい技術には常に光と影があるものだぜ。しかし、ブロックチェーンの進化は金融だけにとどまらない。契約、投票システム、供給網の管理、個人情報の管理など、データの正確性や透明性が求められるあらゆる分野に応用できる可能性を秘めているんだ。データの信頼性を、中央集権的な管理者から、技術的な仕組みに移譲することを可能にした。これが、ブロックチェーンと仮想通貨が2010年代において、世界を変えたと評価される理由なのぜ。ふむふむ、単なる怪しいお金じゃなくて、データそのものの信頼性を保証するすごい技術だったんですね。それが色々なところで使われるようになったら、確かに世の中が大きく変わりそうです。データの信頼性を分散型の仕組みで保証し、金融をはじめとする様々な分野に革新をもたらす可能性を秘めた、2010年代を代表する発明なのぜ。第2位、クリスパーキャス9。2012年、ゲノム編集技術の実用化。いよいよ第2位。これは生命科学の革命だ。クリスパーキャス9によるゲノム編集技術の実用化。クリスパーキャス9、遺伝子をいじる技術？そうだ。生命の設計図 DNA を狙い通りに書き換える技術だぜ。2012年にシャルパン系博士とダウドナ博士がその基本原理を発表した。遺伝子を書き換えるのって難しそうだけど、それが、クリスパーキャス9は従来技術より圧倒的に簡単安価高精度になったんだ。キャス9っていうハサミ役の構想、ガイド RNA が DNA の狙った場所に正確に連れて行って切断する。この効率性が革命的だった。ワープロで文章直すみたいに？まさにそんな感じだ。これにより、多くの研究者がゲノム編集に取り組めるようになった。最大の期待は遺伝性疾患の治療だ。釜状赤血球症みたいな病気の根本治療につながる可能性がある。病気が治せるかもしれないのね。他にも病気に強い農作物や成長の早い魚の開発、新薬開発の研究加速など、応用範囲はめちゃくちゃ広い。ライフサイエンス全体を変えたんだ。すごい技術ね。でも、遺伝子をいじるって、ちょっと怖い気もするわ。倫理的な問題は？そこが重要だ。人間の受精卵に使ってデザイナーベビーを作ることへの懸念や、遺伝子改変生物の生態系への影響など、大きな倫理的課題がある。技術の進歩に社会の議論やルール作りが追いついていない面もあるんだ。
強力な技術だからこそ、慎重さが必要ね。その通りだ。だが、生命の設計図を編集する手段を手に入れたインパクトは計り知れない。人類の未来を変えるポテンシャルを持つこの技術、第2位だぜ。第1、深層学習、ディープラーニングと AI の飛躍的発展。さあ、ついに発表だぜ。栄えある2010年代の発明ランキング、第1位は、深層学習、ディープラーニングと AI の飛躍的発展なのぜ。これこそが、2010年代に最も世界を変えた、変え続けている発明と言えるだろう。第1位は AI。やっぱり、でも、AI って昔からありましたよね。2010年代にそんなに飛躍的に発展したんですか？何がすごかったんですか？いい質問だレイム。AI 研究は長い歴史があるが、2010年代に深層学習が登場したのがゲームチェンジャーだったんだ。人間の脳を模した多層ニューラルネットワークが、大量データ学習で複雑な認識や判断を驚異的精度で行えるようになったのぜ。人間の脳を真似た技術。それがすごい力を発揮。具体的にどんなことができるように？挙げたらキリがないぜ。画像認識が人間を超える精度になり、医療画像診断などが実用化。音声認識も向上し、AI スピーカーや音声アシスタントが普及。スマホの顔認証もこれのおかげだ。ああ、AI スピーカーとか、すごく賢くなりましたもんね。顔認証もなんですね。そうだぜ。自然言語処理も進歩し、高精度な自動翻訳や文章生成が可能に。自動運転技術も、深層学習なしには実現不可能だ。アルファ5がエゴプロに勝利したことも、AI の可能性を印象づけた。うわぁ、身の回りの色々なものが、この深層学習で進化していたんですね。まるで SF の世界が現実になったみたい。その通りだ。深層学習と AI の発展は、私たちの生活、産業、社会そのものに、計り知れない影響を与えている。データさえあれば、AI 活用で効率化や新しい価値創造が可能になった。これは、インターネットやスマホ普及に匹敵する、あるいはそれ以上のインパクトを持つ、まさに2010年代最大の発明なのぜ。納得です。便利になっただけじゃなくて、社会の仕組みまで変えるような、本当にすごい発明なんですね。これからの AI の進化も楽しみです。深層学習というブレイクスルーで AI 実用化を加速させ、あらゆる分野に革命をもたらす、2010年代を象徴する最高の発明だぜ。総評、まとめ。こうしてみると、2010年代って私たちの生活の当たり前が次々に変わった時代だったんだね。今使ってるスマホや AI、どれもこの時代に生まれてたなんて驚きだよ。だろ？この10年は、技術が未来から日常に変わった節目だったのぜ。空を飛ぶカメラ、話しかける家電、遺伝子を編集する技術。まさに SF だった世界が現実になったんだぜ。それに、一つ一つの発明が暮らしとか社会の仕組みまで変えてるって実感できるのもすごいよね。ああ、そしてこの変化はまだ通過点に過ぎないのぜ。2020年代、2030年代と、私たちはもっとすごい未来を目にすることになるかもしれないな。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。